はい、深夜です。今日はですね、この巣鴨から、駒込に向かって歩いていきたいと思います。はい。では、行きましょうか。行きましょう。あれ？え？なんか黒い人がいます。あれ？あれ？マナさんじゃない？そんなことあります？いや、マナさんでも巣鴨にいないでしょ。いや、いないですよ。いないですよ。一番似合わないですね。でも、透明的には完全に。だいぶマナさんに見えるんですけど。ちょっと行ってみますか。はい。あ、なんとマナさんが巣鴨にいました。本人じゃないですか。おお。ご本人ですよね。そんなことあります？そんなことないですよ。マナさんと巣鴨も対極にいるところにあるんで。一番対極の場所ですね。あれ？じゃあ今日もしかして一緒に歩いてくれるんですか？お、すげえ。マナさんが巣鴨を歩くとか前代未聞です。いや、本当ですよ。じゃあ行きますか。行きましょう。すげえ。お願いします。巣鴨といえば、やっぱトゲ抜き地蔵。そうですよね。トゲ抜きに行ってみますか。いや、すごいですよ、これは、しやさん。マナさん、巣鴨とか来たことあるんですか？ない、やっぱないですね。今のないんですか？あるわけがない。しやさんわかるんですか？わかりますよ。すごいですね。何年見てると思ってる。まあそうですよね。すごい。じゃあもちろんトゲ抜き地蔵もないですか？ないですよ。知らないですから、トゲ抜き地蔵とかまず。知らない。そんなご存知ないですかね。知らないですよね、トゲ抜き地蔵。そもそももう街歩いてるっていうのもちょっとレアですよ。そうです。下手したら。街歩かないですからね。歩かないですよね。ちょっと歩いて。忘れそうですよね。あ、信号だ。マナさん、信号とか渡んないですからね、普段。渡らないですよね、信号とか。ほら。渡らない信号なんて。まあまあ、渡んなくてもいけるかな。あれですよね、ちょっと前に、マナさんの方の、オンラインの。そう、対談で、ちょっと巣鴨の話が出て、そこから、ちょうど次巣鴨行くんでって声かけて、心よく引き受けて。実現ですね。そうです。すごっ。違う、偶然いたんだ。マナさん偶然いた。設定、どっちですか、設定。偶然いた設定。偶然設定です。しやさん、ちなみにトゲ抜き地蔵行ったことあるんですか？いや、なんも知らないです。知らないですか。巣鴨といえばみたいな。そうですね。トゲ抜かれるんですか？ちょっと僕もよくわかんないですよね。でも全然若者しかいないですけど。これは学校帰りですかね。サンマルクカフェとか知ってますか？知ってる。サンマルクカフェ。サンマルクカフェ、さすがドコモとか知ってますか？マナさんドコモですか？違う。あ、ファミリーマートだ。知ってますか？ファミリーマート。よく行きますか？行くわけないよ、ファミリーマート。あそこの商店街の奥に多分その有名なトゲ抜き地蔵がある。商店街に地蔵があるんですか？多分そうじゃないですか。まあもともとその地蔵があって商店街に後からしたんじゃないですか。なるほど。はい。マナさん、100円ショップとか行かれるんですか？こういうシルクとかも行くんですね。シルクはさすがにシルクあんまり高くない。僕も初めて。すごい祭りじゃん。本当だ、屋台めっちゃある。すごい。屋台とかどうですか？屋台お好きなんですね。ベビーカステラとか食べるんですか？ベビーカステラ。金魚すくいとかやるんですか？めっちゃすくう。めっちゃ100匹ぐらい。よくわかったですね。これトゲ抜き地蔵。いや、違う。多分違うです。こういうお土産のものです。マナさん、もちろんたこ焼きとかうまいんですか？作るの。たこ焼きは作ったことがない。
1回だけ。おお。2回ある。おお。僕も1回あります。しやさん1回なんです。なんか今日心なしかいつもより人に見られてるんですけど。いつもあれですよね。2人でやってる時そんなに見られないですよね。巣鴨だからかな。いや多分マナさんがいらっしゃるんで。コロッケさんやん。本当だ。コロッケのお店だ。本当だ。コロッケさんはご存知ですか？面識ありますか？面識はない。どんな質問なんですか？ここ入り口ですね。こういう仰々しくあるんですか、地蔵は。すごいですね。なんか道にポツンとあると思った。いや、全然もう仰々しい感じありますね。カメラが NG みたいだったんで、はい。とりあえず2人で行ってきます。お願いします。さよなら。見てきました、トゲ抜き地蔵。どうでした？トゲ抜いてきました。どうでした、トゲ抜き地蔵。トゲ抜いてきました。やっぱ抜くんですね。それ本当に抜くのかな、わかんないですけど。トゲ抜いてもう丸くなりました、2人とも。面白いですね、今。すごかったですね、トゲ抜き地蔵。トゲ生えてました。トゲ生えてました。トゲトゲだった。ちょっとやっぱ撮影ができなかったんで。そうですね、あれ映したかったな、トゲトゲ。じゃあちょっと全然これ方向違うんでちょっと駅の方戻る感じになりますけど、はい。もう線路沿いでいいんですよね。はい、またいつも通り。コロッケのコロッケ屋さん。さっき見ましたね。全く同じとこ通ってる。これあれ千原ジュニアさんが毎年買うやつ。それなんですか？なんか有名ですよ。有名ですよね。ほらマナさんだって知ってるんです。僕わかんないです。千原ジュニアさんが買うんですか？毎年なんか。それ有名なんですね。有名です。マナさんも知ってるから。マナさんも知ってる。誰でも知ってる。大通りだ。大通り来ました。じゃあこっち渡りましょうか。これが白山通りです。これ白山通りです。はい。はい。これ白山通りです。通ったことありますか？車で。もうほら。めっちゃ通ってる風でしたね今。僕はないかもしれない。アパホテルです。結構なんか新しそうですね。アパホテルは知ってますか？泊まったことありますか？あるんですか？あります。地方でとか。レコーディングで群馬になぜかドラムを取りに行かされて、その時泊まりがけだったんで。それがアパホテル。それだったみたいです。僕もちょっとそれ行ったことないんで行ってみたいですよね。めっちゃディレクターの人がめっちゃそこいいって言ってる。そうです。はい。土屋さんはどうですか？遠いからちょっと。そうですね。マナさんは都内以外でレコーディングとかしたことあるんですか？ない、もう基本都内。昔一回ワーナースタジオで会ったことあるんですよ。覚えてます？覚えてないです。ちょうどGACKTさん抜けて3人になった頃にワーナースタジオで隣ビル・アングレイ入ってたんです。バラの聖堂のあたりですね。そうです。はい、結構駒込近い説ありますよ。取れ高あるかな。いやもうめっちゃあります。もうあれ。もう全然あります。フルで使った方がいいぐらいあります。でも駅は比較的新しめじゃないですか。いやそうなんですよね。でも奥の声優とかすごい年季入ってるんで。本当だ。戦前のだあれ。戦前ですか？線路沿い。これ線路沿いです。確実に。マジで何もないですよ。多分もう何もなさそうな予感しかない。予感してますよね。何もない。なんだこれ。プロレスのグッズの買い取り店なんですね。マナさんプロレスとか興味あるんですか？大輝選手がモアディスモアのペイジェントを入場曲に。それはもうモアディスモアが大好きでぜひ使いたいっていう感じで、大輝選手応援するしかないですね。そうですね。ちょっと親近感湧きますね。見た目も結構ビジュアル系っぽいです。あ、そうなんですね。この辺に写真が出てます。なるほど。マナさんちょっと見てください。
トゲトゲ。トゲトゲ、これ。あ、トゲ抜きのように。トゲ抜き関係ないです。あ、サッカーだ。お、しかも結構広いですね。マナさん、さすがにサッカーとかしたことないですよね。小学生の頃はあったみたいです。おお、詳しい情報が多くなりましたね。嬉しいですね。これが自転車置き場です。はい。マナさん、自転車とか乗れるんですか？あ、ちょっと乗れる。バリバリ乗る。そんなに乗らない。補助輪取ったのはもう早めですか？ああ。どんな話してるんですか？いや、僕結構遅かったです。石田さんいつですか？いや、小3とか4とか。それでも遅いんですかね？みんな小1でバリバリ乗ってました。ドリフトとかしてた。石田さんはちょっと遅かった。ちょっと怖かった。怖いですよね、最初は。僕もめっちゃ訓練しましたね。お父さんと？いや、ちょっと覚えてないですけどね。お父さんなのかお母さんなのか。いや、結構もう僕もこっからあんま分かんないエリアに入ってくるんで、楽しみですね、今後。マナさん、基本的に山手線だとどの辺が詳しいんですか？エリア的に。こっちですね。渋谷とか。そういうことですね。はい。だからこれちょうど真逆ぐらいの。そうですね。だからやっぱマナさんも右側は知らない。うちらと一緒で。誰も知らないんじゃない？東京の人。右側。マナさん、これどうですか？赤いの。何か知ってますか？そうですよ。これ誰も知らないんですよ。で、なんとこれ絶対ここにもついてるんですよ。この赤いの。で、もうここにもついてるんですよ。もうこれセットなんですよ。ちょっとマナ様っぽいオブジェがありますよ。本当だ。どうですか？持って帰ります？じゃあ後で。いや乗りますからね。2体ともじゃあお持ち帰り。ダメです。マナ様が昼に歩いてるのがすごいですよ。いや、すごいことですよ、本当に。昼とか歩いたことありますか？あるみたいですね。まあでもあんまないですよね、多分おそらく。信也さん、その前回のマナさんとの対談は楽しかったですか？いや、もう緊張しまくりましたけど。すごいでもマニアックなお話されてましたね。そうですね。あれだいぶ後半だいぶマニアックでしたよ。あれを分かる人がいたんですけど。マナさんの方のオンラインの方で見れるということで、はい、気になりますね、それは。駒込は行ったことありますか？ないですよね。駒込と言われても何があるか全く分からない。いや、そうですね。まあ巣鴨といったらああいうトゲ抜き地蔵とか出てきますけど、駒込マジで出てこないですね。巣鴨って昔うちの会社がお好み焼き屋やってたんですけど、なんかそれ言ってましたね。それ、信也さん行ったことあるんですか？一回開放でお好み焼き作る。それ今はないんですよ。ないと思います。十数年ぐらい。じゃあその時には行ってるんですね、巣鴨、信也さん。まあそのお好み焼き屋だけです。別にトゲ抜きとか行かなかった。そうですね。もう間もなくですよね。早っ。最短距離じゃないの？山手線で。最短距離って言ってもおかしくないぐらい近いですよね。さっきちょっと見てたら日暮里と西日暮里めっちゃ近かったです。地図上でも分かるぐらい。その辺の時ちょっと3本撮りぐらいしたいですね。いや、1日で回ってるんです。まだその設定続いてんの？こんなとこに寿司屋がある。寿司屋ありますね。栄寿司。マナさんはお寿司とか食べるんですか？大好き。僕もです。じゃあお二人ともお寿司好きっていう。肉より魚派ですか？信也さんどっちですか？でも僕もそのお寿司なら焼き魚とかあんま好きじゃないですか。焼き魚好きですか？寿司がやっぱマナさん。お寿司が。寿司は骨がないからいいですよね。それはありますね、確かに。骨取んの嫌いな。
僕も骨取るのめっちゃめんどくさいです。あんま好きじゃないです。トゲ抜き地蔵に取ってもらったらいいじゃん。トゲ抜き地蔵は骨取らないです。いや、恒例の自動販売機見とこうかな。花さん、どれが一番この中で好みですか？あ、そっち系。はいはいはい。これ美味しいですよね。僕はないですね。あれミルクティーなくないですか？ミルクティーもカフェラテもないですね。カフェラテもないですね。これちょっと偏ってますね。これはダメです。はい。強いてならココナッツパインかな。ああ、しやさんこういうの好きそうです。いや、しやさんもうつきますね。本当だ。ちっちゃくない駅？なんかなんもなくないですか？ちょっと栄えてます。ちょっと栄えてますね。これ白山通りですか？これは本郷通りじゃないですか。白山通りじゃないです。はい。はい。駒込駅に到着しました。着きましたね。なんか距離的には近かったかもしれないですね。距離的には近かったですけど、取れ高は過去最高に。いや、もうだってマナさんがいらっしゃいますからね。どうでした今日は？もうすごい楽しかったと。またやりたいと。めっちゃいい感じに解釈してますね、それ。この巣鴨駒込館はマナさんがそうです。ゲスト出演ということで、はいはい、たまたまいてよかったです。その設定もまだ生きてるんですか？いや、すごい回ですね、本当にこれは。はい、じゃあ次回はまた駒込から一人でそぼとぼと行こうと思うんで。そうですね。また次回。で今日もマナ様ありがとうございました。ありがとうございました。またどこかの駅で。さよなら。